こんにちは。ファイバーオプティックジャパンへようこそ。このチャンネルでは光ファイバー工事についての専門知識を分かりやすく解説していきます。光ファイバーとは、光ファイバーはガラスやプラスチックでできた髪の毛ほどの細い繊維です。電気信号ではなく光信号を使ってデータを伝送します。光はコアの中で全反射を繰り返しながら進み、高速かつ大容量のデータ通信を可能にします。電磁波の影響を受けにくく、長距離でも信号が劣化しにくい特徴があります。光ファイバーの構造、3つの層で構成されています。コア、中心部、光信号が伝送される中心部分、高純度のガラスでできています。クラッド、被覆層、コアを囲む層、光をコア内に閉じ込め全反射を起こさせます。被覆、保護層、外側の保護層、物理的な損傷や湿気からファイバーを守ります。なぜ光で通信できるのか。光で通信できる理由は、データを光の点滅に変換し、ガラス繊維の内部で全反射させて高速、長距離に伝送できるからです。電気信号よりも高速に点滅でき、電磁ノイズの影響を受けないため、大容量のデータを安定して高速に送れます。光通信の具体的な仕組みとメリット。コンピュータの0と1のデジタルデータを半導体レーザーで光の点滅信号に変換します。光は非常に高い周波数帯域を持つため、従来の電気信号、メタルケーブルよりもはるかに多くの情報を一度に送信できます。ガラスやプラスチックで作られた光ファイバーの中心、コアを光が全反射しながら進むことで、光が逃げずに遠くまで届きます。電磁波の影響を受けないため、周囲の電波干渉を受けず、長距離伝送でも信号が減衰しにくく安定しています。受信側で再び電気信号0と1に変換され、LAN ケーブルを通してインターネットに接続されます。この技術により、大容量の動画データなどもスムーズに送受信できる高速通信が実現されています。光のビームで音声、革新的な通信機器、フォトフォン。1880年、電話の発明で知られるアレクサンダー・グラハム・ベルが開発した光のビームで音声を送る革新的な通信機器、それがフォトフォンです。電気信号ではなく、光を変調させて音声を伝送する仕組みで、現代の光ファイバー通信の祖ともいえる技術です。フォトフォンの特徴とすごさ、電波の無線通信、ラジオなどが実用化される四半世紀以上前に、光を使ったワイヤレス通信に成功しました。仕組み、音声を光の強弱、変調に変え、その光を鏡やレンズで受信して、セレンセル、光伝素子を使って再び音に戻すという仕組みです。ベルは女子と約700フィート、約200メートル離れた場所で通話実験に成功しました。ベル自身は、電話よりもこのフォトフォンの方を、私の人生で最も偉大な発明と評するほど愛着を持っていました。当時の技術では安定した光の光源確保が難しく、すぐに普及はしませんでしたが、そのアイデアは現代の高速通信を支える光通信技術へ引き継がれています。光で言葉を伝える、まさに100年以上先を行く技術でした。ベルが最高の発明だと自賛したフォトフォンですが、当時は目に見える光をそのまま使っていたため、雨や霧、建物といった障害物に極めて弱いという致命的な弱点がありました。そのため、実用化の波は一度途絶えてしまいます。しかし、20世紀後半に入り、2つの革命的な技術が登場したことで状況が一変します。1、レーザーの誕生。拡散せず遠くまで届く、安定した光が手に入りました。2、光ファイバーの開発。空中で光を飛ばすのではなく、細いガラスの繊維の中に閉じ込めて通すことで、天候に左右されず、情報の劣化も防げるようになりました。つまり、現在のインターネット社会を支えている光ファイバー通信は、フォトフォンの光に情報を載せるというコンセプトを、現代の技術でアップデートしたものなのです。ベルの夢見た光の通信は、100年の時を経て、目に見えない光のケーブルとして地球全体をつないでいます。光ファイバーとメタルケーブルの違い。光ファイバーは光を利用してデータを伝送するガラス、プラスチック製のケーブルで高速かつ長距離、低遅延で通信可能です。一方、メタルケーブルは電気信号を使い、安価で曲げに強いですが、速度や距離に限界があり、
電磁ノイズの影響を受けやすい特徴があります。使い分けのポイント。光ファイバー、インターネット回線、 FTTH、 データセンター、長距離の通信ネットワークなど高速・高品質が求められる環境。メタルケーブル、オフィス内の LAN 接続、家電の接続、短距離かつ安価な配線が必要な環境。光ファイバー vs メタルケーブルの比較。伝送メディアの違い。光ファイバーは光信号、メタルケーブルは電気信号を使って情報を伝えます。この根本的な違いが以降の全ての特性の差を生み出しています。速度と距離。光は電気より速く、減衰も少ないため、光ファイバーは 10Gbps 以上の通信を数百 km 以上にわたって維持できます。一方、メタルケーブルは電気抵抗による減衰が大きく、通常 100m 以内に距離が制限され、速度も10Gbps 程度にとどまります。ノイズ耐性とセキュリティ。光信号は電磁波の影響を受けないため、工場や医療機器など電磁ノイズが多い環境でも安定して動作します。また、光を傍受するには物理的な光の漏洩が必要で、盗聴が非常に困難なため、セキュリティ面でも優れています。メタルケーブルは電磁ノイズの影響を受けやすく、信号の傍受も比較的容易です。耐久性とコスト。光ファイバーはガラスや特殊プラスチックでできているため折れやすく、施工や取り回しに注意が必要です。また素材、製造コストも高くなります。メタルケーブルは柔軟性があり扱いやすく、材料も安価なため、オフィスや家庭の LAN 配線に広く普及しています。結論。光ファイバーは速度、距離、安全性を重視する用途、データセンター間接続、幹線系通信などに適しており、メタルケーブルはコスト、扱いやすさを重視する短距離の用途、車内 LAN、家庭内配線などに適しています。両者はトレードオフの関係にあり、用途に応じた使い分けが重要です。今日は光ファイバーとは何か、基本中の基本をお話ししました。光ファイバーとは髪の毛ほどの細さのガラスや樹脂でできていて、その中を光が通ることで大量のデータを高速で送ることができます。従来のメタルケーブルと比べると速度が圧倒的に速く、ノイズにも強いのが特徴です。皆さんが毎日使っているインターネットもこの光ファイバーによって支えられています。次回は光ファイバーのエリア構築について設計から詳しく解説します。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。あなたの家やオフィスに届くインターネット、その回線を地下や電柱でつないでいる工事、現場のリアルにこだわった動画を定期的に投稿します。実際にどんな作業か見たことありますか？またどのように設計し、施工されて届けられているか考えたことはありますか？こんにちは。ファイバーオプティックジャパンへようこそ。このチャンネルは光ファイバー工事の現場で働くプロフェッショナルたちの技術と知識を業界の外の方にも分かりやすく届けることを目的としています。取り扱うテーマは主に光ファイバーの種類と仕組み、工事の流れ、設計の考え方、業界の最新動向、癒着接続、コネクタ端末処理などの現場作業、OTDR や光パワーメーターを使った測定、試験、現場のリアルにこだわった動画を定期的に投稿します。光通信に携わる技術者の方も、これから業界を目指す方も、工事って実際何してるのを、設計とはと気になった方も、ぜひチャンネル登録して一緒に光ファイバーの世界を深掘りしましょう。質問、リクエストはコメント欄でお気軽にどうぞ。